急探索鉄道花咲線。遥か古代の自然を残す花咲線沿線。なんと日本の野鳥の3分の2もの種類の鳥たちがこの場所で見られるといいます。日本でここでしか見れない鳥もいるのだとか。でもなぜこの北海道の東端の地域に鳥たちは集まるのでしょう。今回の私の旅は沿線を飛び回るたくさんの鳥たちの謎に迫ります。JR 釧路駅。この1両の列車が私を旅に連れて行ってくれます。街を出ると車窓の景色は大自然。素敵な旅の始まりです。ここは呉島湿原の入り口。霧の中を歩いていきます。そして今回の謎を解いてくれるのはこの方。上田会長、よろしくお願いします。気持ちいいですね。やっぱ森の中歩くと、やっぱ朝歩くとそう気持ちがいいですよね。空気澄んでるし、でそこにやっぱ鳥の声が聞こえたらすごくやっぱりこう幸せな気分になります。さてさて、ここにはどんな鳥たちがいるのでしょう。鳥って森が好きな鳥と、その開けた草原が好きな鳥とやっぱり種類によって違いますね。だから森には森の鳥がいるし、草原には草原の鳥がいます。これだったらオオジュリンっていう鳥とノビタキっていう鳥がいますね。こうなんか狭いところに潜入するという言葉があるでしょ。でその名の通り潜入っていう鳥がいるんですよ。島潜入とか牧野潜入っていう潜入していく鳥がね、もう本当に下ばっかりで僕らでもめったに見ることがない。そんな面白い鳥もこの草原の鳥ですね。今向こうでジュビジュビジュビって声がしました。あれが島潜入。草原に来ないと見れない、会えない鳥ですね。島潜入、ジュビジュビジュビ。あんな声ですね。森を抜けると一面の大草原。上田会長が何かを見つけたようです。オジロワシ。飛んだ。飛んでる。この呉島湿原にはオジロワシやタンチョウが生息しています。どちらも国の天然記念物。
そんな貴重な鳥が住むこの地域を野鳥保護区として日本野鳥の会の皆さんが大切に守っています。ウグイスも鳴いてますね。綺麗な鳴き声、そしていい見晴らしですね。ここから呉島の野鳥保護区の半分かな、こちら側の半分が見えてます。ちょっと今日は霧ですけど、海が向こうの方に見えていて、それに向かって湿原がずっと広がっているこの風景で本当に、癒される風景ですね。この地域はタンチョウが一つがいずっと住み着いてヒナを毎年育てているんですよね。1970年ぐらいからタンチョウがヒナ育てているということが分かってます。そういうのがいるということは、それ以外のいろんな鳥たちも一緒に住めるからタンチョウ内が住めるということですよね。それは同等の自然が北海道の中でも特にやっぱり貴重というか、いろんな鳥たち、いろんな生き物たちが息づいている非常にいい自然であるということですね。北海道の中でもやっぱりまず守らねばならない、そういった地域だということなんだと思いますね。僕ら鳥を守るって言ったり自然を守るって言ったりしますけど、同じことなんですよね。やっぱ鳥は食べる虫とか魚とかですね、いろんな生き物とみんなつながり合って生きているわけですから、その鳥だけを守るということは基本的にはやっぱりできないですね。だから自然の生態系全体を守っていくことが、そこに住む鳥を守っていくことにつながる、そんなふうに思っております。さて、再び列車に乗って向かうのは小千石駅。この駅から海鳥がたくさん住む島に行けるのだとか。まずは小千石駅の東にある浜松海岸から海鳥の住む島ゆるりもゆるりを眺めてみます。上田会長、島は見えますか？はい、今日はちょっと霧があるのでどうでしょうね。見えないですか？ゆるりもゆるりがね向こうにあるはずなんですが、今日はちょっと霧で隠れて見えないですね。残念。根室地方は霧の多い土地。夏の間は特に霧の日が多いのだそうです。霧が晴れるとこの通り、手前に見えるのがゆるり島、左の奥にあるのがもゆるり島です。島へは小千石漁港からクルーズ船が出ています。珍しい海鳥に出会えることもあるのだとか。ゆるり島、もゆるり島の方に行くともっと海鳥たちがいっぱい繁殖してますね。エトピリカであるとか、あとチシマウガラス、海が先飛んでましたから、海は多分この近い岩礁地帯で繁殖していると思いますね。だからそういう島があって、いろんな鳥たちが集まって繁殖をするという意味で海鳥の楽園と言っていいと思います。海流の関係もあるかもしれないけど、海の養分が豊富で、それでプランクトンがいっぱい発生して、それを食べるイカナゴとか小さい魚もいっぱい発生して、さらに大きな魚も集まって鳥たちがそれを食べに来たり、クジラやシャチが食べに来たり、そういうことがあって、本当に養分が多いということが鳥たちの集まる理由ですね。この海域はアムール川の豊富な養分が流氷とともに流れ着く場所。そして南からの暖流と北からの寒流が交わります。その恩恵を受け、植物性プランクトンが多く発生。魚たちが集まり、海鳥や怪獣も集まってきます。花咲線が走る道東沿岸。この海域に鳥たちが集まる理由は、この豊かな海にもあったのでした。
さあ、最後に向かう先は終点根室駅。日本最東端の駅到着。根室駅からバスで15分。やってきたのは春国台。春国台はオホーツク海と風蓮湖を隔てる長さ8キロの細長い砂州です。砂丘や草原、干潟や湿原、それに森林などラムサール条約にも登録される多様な環境が一箇所に集まった奇跡の島なのです。すごくいい環境ですね、ここね。今のところはカモメ類が海の方にいるのと、ヒバリがこの砂浜部分に時々現れるのと、あと向こうの、遠征湿地のあたりはアオサギがたくさん餌食べてますね。黄緑シギっていう大きなシギがいますね。シギはくちばしの短いのも長いのもいろいろいるんですけど、黄緑シギが一番長いですね。それはシベリアで繁殖して、ちょうど今頃の後日本列島南下してオーストラリアまで行きます。オーストラリアまで？一気にそこからね、ニューギニアまででね、7000キロぐらいを1週間ぐらいかけてずっと飛び続けていきます。パタパタパタって。ニューギニアにちょっと休憩して、それからオーストラリアへ行ったという GPS の記録があります。花咲線沿線で見られる鳥の多くは渡り鳥。ここは北半球から南半球まで途方もない距離を渡る鳥たちの休息地なのです。タンチョウがいますね。タンチョウ。タンチョウですか？鹿の奥です。まさにタンチョウというのは北海道の湿原を象徴する鳥だと思いますね。一度つがうと一生というかずっと添い遂げますね。非常につがいの絆の強い鳥です。ヨシが生えているのが見えますか？こう背が高いんでやっぱ密な草原になります。でやっぱりヨシ原になるとは草原の鳥のシマセンニュであるとかノビタキであるとか、さらに多くの鳥に住み場所を提供するようになりますから、鳥にとってはいいことだなというか、バードウォッチャーにとってもいろんな鳥を観察できるいい場所だなと思います。草原から森になってきましたね。はい、森になってきましたね。ルリビタキとかミソサザイなどがいますね。あとクマゲラも多分いると思います。ルリビタキはね、本州では高山帯から高山帯にかけて高い山の鳥なんですね。富士山5合目辺の林に行くとルリビタキおりますけど、下の方には全然いないんですね。だから本州ではその高山の鳥が海抜0メートルのこの海岸林にいるっていうのはすごく珍しいことだし、北海道のこの地方というかこの春国帯の非常に特徴的な生態系を作ってるなと思います。すごく自然を感じられる地球の歴史そのものですよね。それを感じられる場所なんじゃないかなと思っております。本当にこの多様な環境というか、海辺の干潟から砂州があって遠征湿地があって、それで元森だったところが人工で枯れ木が増えてしまって、それがヨシ原があって森につながるという非常に多様な地形が一箇所に集まっているっていう、そういうところですね、ここはね。そういったことが多分鳥の集まりやすい場所になってて、ここでだいたい340種ぐらいの鳥が記録されたというのを聞いております。9割ぐらいが渡り鳥ですね。ちょうどここ通過ポイントとしてここを通らざるを得ないみたいなんですね。根室というのは多分そういう地理的な特性を持っていると思います。だからこんなにたくさんの渡り鳥がここに集まるというそうかなと思っております。野鳥は生態系の上位を占める種が多く、
自然環境の良好さを示すバロメーターです。多くの野鳥が生息するには多様な環境があり、その環境が守られていることが大切です。花咲線が走るこの地域は太古から続くその多様で独特な環境が人々の手で守られている。鳥たちにとって、そしてすべての生き物たちにとっての楽園なのでした。地球探索鉄道花咲線。